すごく接近戦を挑まれて、で何もできなかった時があって、でしばらく当てた中で力を抜いた中でこう強く瞬間的にこう、そういう状況にこうなることってなかなかないんですけども、どんな状況でも打てるっていう強みはあとはだからこれの時に壁打ちっていう自分がこうすごく接近戦を挑まれて、で何もできなかった時があって、でしばらくサンドバッグ本当にこのぐらいスクールでやってた時に、だったらこう壁に手をつけてここで強く打てるようにやってみようかなっていう経験をちょっと紹介しようかなと思ってたんです。ぜひぜひ、じゃあそれを今からじゃあ引き続きお願いします。こんにちは、空手家ゴンゲです。今回も東京羽村市にある、KW 戦士、ジャパン成島道場で、極真空手のレジェンド成島龍さんとお届けしたいと思います。よろしくお願いします。すみません、本日もよろしくお願いします。前回はちょっと衝撃的な受けの、技術を習ってもう目から鱗だったんで、ちょっと今回こちら見学の来てる方とかも後ろでもこんなになってるぐらいこれ本当にもう前回の動画もし見てない空手関係者いたら絶対見ないと損するんで、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、ちょっと引き続き今回先ほどちらっと成島さんが接近戦で潰されて何もできなかった試合があったからっていうことでされてた傾向があるっていうことだったので、ちょっと今回はそちらの方をちょっと掘り下げて聞かせていただければ。どういう状況かというと、距離潰されてこうどうしてもね距離潰されると何もできない、で距離を空けようとするとなおさらこうプレッシャーで流される。だから自分のパーフェクトな距離があったとしてももちろんそこでちゃんと打ちなきゃいけないし、潰されたとしてもちゃんと動ける自分でいなきゃいけない、どんな技でも出さなきゃいけないっていうことでいうと、どういう傾向があるのかなって思った時に、まずサンドバッグを本当に鼻っ面につくぐらいこう打ち込んだりしてたんですけども、その中で当時寸慶とかいろいろあって、じゃあこういう傾向はあるんじゃないかなっていうのをちょっと一つご紹介できればなと思って。ぜひよろしくお願いします。で例えば壁があって、そこにこう拳を当てた中で力を抜いた中でこう強く瞬間的にこう鉄がビンと通す時がする、こういう感じでする、こういう感じで傾向することで瞬間的な例えばここで肩が上がっていれば力が入るし、肘が開いていれば力が入る、それをちゃんと受け止める形で一瞬で作るっていうのは大事なのかなと思って。でもここに抵抗があるから変な形になっちゃったら今若干ちょっと浮いてるのをまっすぐ立った中での拳を当てて、それで状態で、これはためとか普通に自然な形から一気にドンってそうです。若干まだためちゃうんでまっすぐでもっと楽にもう力が入ってないからね、力なくと今タイミングがずれたりすると打ち込まないですよね。でその時の多分角度とか場所もあると思うんで、もうちょっとの違いで力の入り方も変わってくる。どうしてもここの空間作りたくなるんですけども、若干それを奪った中でこのぐらいそうです。で今度は反対の手で右手で今度はそうですね、こっちガードして、これもくっつけたんだ、そのまま自然と今の小部さんのつき方見てると、どっちかというと肩でついてる感じが多いと思う。腰でつく感じですよね。だから肩重心なのか腰重心なのかで、肩だとこれもうほとんど動かないんですよ。でも腰をギュッと瞬間的にこれで返してあげると、この抵抗でもって打てるっていう。
で打つ前に力が抜けてないと打てないので、本当に脱力した中で、そう本当にまず腰をぶん回そうっていうイメージ。それを今ちょっと時間かかりすぎているんで、それを瞬間的にギャッと。で今で言うと、構えてる手がこう打った時にこう引いてるってことは挟んでない、こう挟んでないんで、忘れますよ。だんだん良くなってきます。一回言いましょうか。今のイメージでその受けたものをこう突くように、さっきの挟んでこう受けて返すのをすぐにこう打つように。こっちに行くけど最後はこっちに戻す。こういう感じですね。戻す。こういう感じですね。そう。今多分小池さんのこう突きの距離の取り方って肩で取ってると思うんですよ。ってことはお腹に若干距離が空くと思うんですよ。そうすると先にこう小さい人間からすると打ち込まれると多分嫌なのかなっていう肩でこう取ってるの。それをでもまっすぐこう来るとこっちは打てなくなるんですよ。その分まだ小池さんは打てるっていう。だから肩重心だと、自分が小さい人間肩重心だと絶対に生まれた空間でやられちゃうので、まっすぐするのが前提ですね。で自分はあまりその直付けは使わなかったんですよ。打つっていうよりもこう振る方にちょっと重きを置いてたんで。だからどっちかっていうと、相手がその超接近戦やられた時も、より内側からより下から打たれると相手ってこう小さくなる。でも小さくなって受けられなくなっちゃう。そういう状況に相手を落とし込まなきゃいけないのかな。その中で上からの追いつきがあるっていう。なるほど。極端し、僕と逆パターン。僕実は上から行って、上に意識させて下行くっていうパターンだったんですけど、例えば大波のようにこうわーってくる方がいるんであれば、自分らはこうしなきゃいけないっていう。そうすると巻き上がってくるんですよ。なるほど。これもやっぱ違うっすね。先にひねっておいて閉じると、そういうとこの位置からこう挟む。こっちが大切なんですか。っていうことは、こっちっていうか、本当にこう肩の関節全て使うイメージで、背骨から何から背中でこうグッとこう絞って、そこに圧力をかけて力を生み出して、で最終的にこう開いたものを挟んで力を生み出すっていう。タイミング考えていくと難しいですよね。そうですね。ちょっとこっち開きすぎちゃうと開いちゃうし、挟むのが早すぎるとなんかこう、こっちに引きやられっていうブレが飛んでくもんで、ちょっと当てて飛ばしてくる。なんかやってても今なんかずれてるなとか、これが反抗があるから分かりやすいのはありますね。これ多分なかったら分かんないですね。このいさが。腰でグッと、そういい感じ。圧力して、
でだんだんこう慣れてくると最初にこうためを作りたくなっちゃうんですけど、この位置からやってるっていう、楽に楽に、もう全部の関節使ってあげようみたいな。力入れば入れるほど関節使えなくなるんで、そうそうそう、で今度はこっちで、それから今度はできるんですけど、両方やったら結構2つパパンって打てるようになる。ああ、なるほど。そうそう。で今度は両手をついて左右、これで詰めるときにこっちに繋いじゃう感じですか？もうかなり強い突きだと思うんで、それをもう少し体を使ってもっと柔軟に踏み出せたらなっていうところですね。今度は右左、腰をつかんで、膝をかく、肩をかく、じゃあ一旦休みましょうか。ああ、そう多分こうなる。ああ、失礼しました。撮影でした。状況の中でもう一度全身とああ、そうそうそう。足がすみません、足元が消え込みまして、自分がやる。左、右、本当にこの位置から。これが今度は左右左右左でいって、この右左右っていうふうに受け取るともっと難易度が上がっていく。こういうのをこうやってると中心の動きがすごい整ってくるっていうところですよね。そういう状況にこうなることってなかなかないんですけども、どんな状況でも打てるっていう強みは絶対あると思うんで、なんか自分と接近戦の体の使い方が違うんで、これもちょっと面白いです正直。自分がそのくっつかれた時にこれは使ってないんですよ、なんでそうしかも壁があると分かりやすいのと、今、教えていただいてて、すごいなんですかね、これを意識するとしやすかったっていうのが、反対のこの締める、この引っ張ってこの挟む動作でこれをインパクトを出すっていうか、途中からやりやすくなった感があって、ただ単に引っ張っただけだとなんか、この最後のこの最後の結局これがないとなんかビヨンってなっちゃうんです。自分が飛んじゃう、最後のこれをなんかこれがピタッと合うとなんかちょっとこうガチッと、そうなんか壁でもガチッてくるんですけど、これがなんか行き過ぎちゃってから行くとなんか抜けるし、ただ本当にいろんなところの使い方を一緒にしながらもタイミング整えないとなかなか難しいね。でもこれ、子供は難しいかもしれないですけど、大人とか一般の少年部の人であれば多分体の、使い方に集中してこうやってやってると、なんか今はこれがちょうどインパクトにあったなとか、ちょっと早すぎたなとか、ちょっと抜けちゃったなとか、多分壁でやれば
多分誰でも体感できるかなと、体に返ってくるんで、そうですね、物があるから分かりやすい。これ多分なんですかね、その空中をこうやってやっちゃうと多少これずれてても、なんかこう打った感はあるんで、ありますよね。そうシャドウだと分かりづらいですけど、この挟む感覚が、挟むタイミングがピタッと合うかどうかは壁があった方が圧倒的に分かりやすいですね。衝撃がちゃんと自分に返ってくるので、あ、今ダメだったな、でダメなところもすごく分かりやすいと思う。そうですね、明らかに特に今これのタイミングがずれてるかどうかがすっごい分かりやすいんで、もうちょっと自分らの時代っていうのは本当つばぜり合いの刀を持ってガーッと押し上げるようなところがあったので、そういうところでこう構えた時にこの中でこうやっていくっていうところで、だからこの時にいかに腕をゼロにして一気に打つかっていう、それを壁でやってみたいです。この辺は僕体重当時は軽かったにしても上背が日本人だとある方だったんで、多分この考え方の起点が多分違う部分もあるのかなと思って、めちゃくちゃ面白い全然そのアプローチが違うんで、全然その僕が知らない使い方というか、こんな練習も当然僕したことなかったですし、どっちかというとコケさんの場合こうドーンとこういう強さがすごいありましたね。だからそれにみんなやられちゃってて、そこがすごく良かった部分もあったと思うんで、それとはこう真逆じゃないけども、もうちょっと本当にこう詰まったところでの力の出し方っていうことも揃えておくと、なんか、いろんな場面で使いやすいな。どんな場面でも自分の形に持っていくっていうのもすごく大事だし、どんな場面でも戦えなきゃいけないっていう。自分も接近戦でこのなんですかね、極端です、こうお腹をつけちゃって背中がこう起きる状態っていうのは嫌ってたので、やっぱりこう相手にこうされちゃった場合はなんとかこうして打つっていうことをやってたんで、そうこの状態でも打てるようにするっていう発想がなかったです。幅が広がるだからこの状態に一度も持っていける自分がいたからっていうのがあるんですよね。そういう強みと、そこに持ってきさえすれば相手は絶対に超えられるっていうか、こういう感じのなんか確かにそこに持ってく練習ばっかりしてたんで、こうなった時の練習っていうか、やってなかったですね。ありがとうございます。実はですね、昨年コラボさせていただいて、今更ながら去年からの基本稽古の時の蹴り方とかを見直して変えて、ずっと、これをこういう感じ抜けてくれるやつ、そうもっと一旦外に出て。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今日もですね、東京羽村市、羽村駅のすぐところにある、成島市の道場で、指導していただいたんですけども、もう本当空手を、習いたい、成島市のところで指導を受けたいという方はぜひ、羽村駅から本当すぐなんで、よかったら、訪ねてみてください。ちなみにあれですかね、一般選手とかの出稽古とかってもう全然歓迎いたします。もちろん。なんと出稽古歓迎だそうなので、もし近くの方で成島市に指導を、受けたいという方がいたら、じゃあ問い合わせとかは僕の概要欄とかに載せさせていただいて、じゃあ概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちら問い合わせてみてください。ぜひぜひお願いします。めっちゃ学びになると思いますね。では日頃僕のチャンネルは見れば 100%、強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家国立の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございます。いや今回は実際の組み手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいならまずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、